はい、皆さんこんにちは、激地です。今回は僕が現在ドハマりしている新作ゲームゴシック1リメイクの攻略をやっていきます。現在20時間ほど遊んでみましたが、このゲームはっきり言って理不尽なまでに難しいと思います。序盤の戦闘の厳しさはクソゲー一歩手前で、油断すると一瞬でザク的にボコボコにされる超ハードモードな世界観なんですが、実はそんな過酷な世界だからこそ魔法を覚えた瞬間にゲームバランスがぶっ壊れるほど強くなってしまいます。そこで今回はオールドキャンプに到着した瞬間からスタートして、安全かつ最速で炎の攻撃魔法を手に入れるまでのルートを徹底解説します。魔法取得による無双プレイはもちろん、ニューキャンプでの無料マナ強化、さらにはオールド鉱山でノーリスクで1本700ゲットの高級武器を強奪する一攫千金テクニックや、無料で手に入る防具の場所まで僕がプレイして見つけたお得な情報を詰め込みました。これさえ見ればあの理不尽だった戦闘が嘘みたいに快適になって世界が一気に広がると思います。それでは早速最速明治育成をやっていく前に、最初に少し X モッドのプロモーションをさせてください。この X モッドはシングルプレイヤーゲーム専用に設計された軽量で使いやすいモッドマネージャーを備えたトレーナーツールです。現在3000以上のゲーム AAA タイトルから人気インディーゲームまで幅広く対応しています。ゴシック1リメイクでは難しすぎるゲームの難易度を手軽に調整して自分のペースで楽しむことができるようになるトレーナー機能が実装されています。体力無限やステータスの強化が手軽に実行できたり、後々ファストトラベル機能やフライカメラも実装予定です。もしこの X モッドを使ってみたいと思われた方は、概要欄のリンクからダウンロードページへ飛んでインストーラーをダウンロードして実行してください。今なら専用コード GKCH を使用することで 35% オフで利用可能ですので、ぜひお試しください。それでは最速明治やっていきましょう。オールドキャンプに着いたところから行きます。まずは魔法を教えてもらうための下準備をやっていきます。最初に右手の道路を進んでいって、ウィスラーから剣を買い戻すクエストを受けます。これで100ナゲット預かりますが、剣は買いません。ウィスラーのすぐ近くにいるトレズに話しかけます。こいつが魔法を教えてくれるのでクエストを受注します。教育が必要だの選択肢から何がいるのかを選んで魔法の代償のクエストを受けます。クエスト達成には白紙の紙と狼の爪2本が必要なので追って集めていきます。あと魔法を教えてもらうときに LP が5必要になります。 LP はレベルアップ時に毎回10ポイント付与されます。クエストを受けたら北門、最初に入ってきた門の方へ戻っていってグラハムを探します。スライがいるところを少し過ぎたあたりにいると思います。このグラハムからパーチメントを1枚購入しておきます。これで白紙が手に入ります。購入できたらそのままずんずん進んでいって闘技場へ向かいます。闘技場前にガイという NPC が座っているので、こいつに話しかけると目の前の小屋をマイホームとして開放してくれます。これでアイテムを保管したりベッドで寝ることができるようになりますが、今は特に使えません。あとついでに特に必要ないですが、下に降りて闘技場入り口の右手の扉を開けて進んでいくと錆びた剣を手に入れることができます。では次は経験値稼ぎとトレズに渡す狼の爪の入手と魔法を使うために必要なマナの最大値を上げる作業を一気にまとめてこなします。まずは神殿の入り口を守っているソーラスにしつこく仕事のことを話しかけて、モードラックをニューキャンプに追い出すクエスト、見えない場所を受けます。クエストを受けたら先ほどトレズがいた場所に戻って、そこにいるデクスターから地図を購入しておきます。次に南門の方へ向かって進むとモードラックが座っているので会話します。どうかしてるぞの選択肢から仲間になるのを手伝ってを選べば、モードラックがニューキャンプまで連れて行ってくれます。連れては行ってくれますが、帰りは自力で帰ることになるので道順はよく覚えておいてください。そのためにマップが必要になります。この時道中の敵は全てモードラックが倒してくれる上に経験値も入るのでかなりお得です。ニューキャンプに着くまでにレベルが1つ上がるはずです。あと必ず狼に1匹は遭遇するはずなので、狼の爪を回収するのを絶対に忘れないでください。ちなみにこのモードラックはかなり強いですが、割と死にやすいのでこまめに保存してニューキャンプに到着するまで死なせないようにしてください。ニューキャンプに無事到着するとモードラックから指輪をもらえますが、これをニューキャンプのリーダーのラデスに届けることで顔が利くようになるので、ニューキャンプでも活動できるようになります。今回は特に必要ないことですが、せっかくなのでこれも達成しておくといいと思います。
ニューキャンプに入ったらずんずん奥まで進んで洞窟内にある町を見つけてください。道なりに進めばすぐ見つかると思います。その中心にいるクロノスに話しかけると LP を使って無料でマナを上昇させてもらえます。ここで LP を使いすぎないようにしてください。トレズから魔法を教えてもらうのに必要なので必ず LP を5残しておいてください。マナの最大値が10もあれば大概の雑魚敵は魔法で倒せるようになります。マナを上昇させたらそのままオールドキャンプに帰ります。マップをよく見て帰り道を確認してください。この時ニューキャンプにマーカーをつけておくと次回ここに来る時便利です。では全力で雑魚敵から逃げ回りながらオールドキャンプに戻ります。そんなに難しくはないです。帰り道にできれば回復ハーブやマナを回復できるストーンルートも回収しておくと後々楽になります。ストーンルートは盗賊の小屋周辺にいくつか生えてますので雑魚的に警戒しながら回収してください。では次にいよいよ魔法の入手と魔法を使った金策をやっていきます。ついでに便利なアイテムもいくつか回収していきます。オールドキャンプに到着したらトレズにクエスト達成に必要なアイテムと LP を消費して魔法を教えてもらいます。この時炎の攻撃魔法か回復魔法のどちらかを選べますが迷わず炎の魔法を選んでください。攻撃魔法を覚えることで行動範囲がぐっと広がって探索が楽になります。回復魔法の方は初期状態では回復量があまりに少なくマナを大量に消費しないとまともに回復できないので今はいらないです。魔法はルーンを装備して使うことで発動できます。スクロールと違って消費することがないので永続的に使えます。攻撃ボタンを長押しすると連続で詠唱できます。この炎の魔法があれば今まで倒せなかった狼や大人のスカベンジャーなど厄介な雑魚敵も簡単に倒せるようになります。マナの回復は各種ハーブで行います。マナを回復しながら魔法をぶっ放していけば狂ったように強かった NPC も無傷であっさり倒すことができます。レベル2でアリーナの強敵を倒すことも可能です。では魔法を覚えたのでこのまま金策に向かいます。目的地はマップ北西のオールド鉱山です。北門から出て橋を渡る前の西に伸びた道路を道なりに進んでいきます。途中の雑魚敵は回避不可能なら魔法で倒して進みます。しばらく走ればオールド鉱山に到着です。この鉱山ではピックアックスを装備して地道に金策できますが今回の目的はそれではありません。もっと効率よく一攫千金を狙います。鉱山に入ったらとりあえず中層あたりまで降りてください。ここのあたりにクローラーの巣の前に立っているゴルナバルとテンプル騎士団を見つけます。この2人がかなりポンコツでクローラーを引っ張ってくるとあっさり倒されるので倒れたところですかさず2人の持ち物を盗みます。ではやってみましょう。少し巣の奥に入ったところで何匹かクローラーが潜んでいるので魔法で攻撃して敵対させます。そしてそのまま入り口まで引っ張っていくと面白いように2人を倒してくれます。ただこれうまくいかない時もあるので直前でセーブしてダメならやり直すようにしてください。近くにディガーがいるとそいつらも火星に来たりしてぐだることが多いです。うまくいきそうになければ少しこちらが加勢してもいいと思います。2人が倒れたらすかさず持ち物を盗みます。この2人は傭兵の剣と守衛の剣を持っていますがこれがものすごく強いです。ただスキルが足りないので装備できません。なので武器などを販売している商人に売ってみると1本700ナゲットにもなります。ただ700ナゲットといっても商人の持ち金がそんなにないので物々交換になってはしまいます。序盤にどうしても欲しいアイテムがあればこの武器と交換という感じで使えます。何かいい使い道があるか探してみるのも面白いかもしれません。もしくは筋力に振りまくってこの武器を装備するというのも良さそうです。さらにテンプル騎士団からはブラザーフットの証が回収できます。この証を持っているだけでソーラスが神殿区域に入れてくれるようになる便利なアイテムです。面白いのでぜひお試しください。あとは同じような段取りで他のクローラーの巣穴も探索します。なんなら魔法でも倒しきれるので経験値を稼ぐのもいいと思います。探索中にマナ回復アイテムのレイブンハーブやミストキャップがそこら中に生えていると思うのでしっかり回収してください。クローラーの巣の中にはスチールメイスをはじめ便利で強力なアイテムがいろいろと落ちてますのでしっかり探索したいところです。一通り回収できたらオールドキャンプに帰りましょう。では最後に攻略に役立つ情報をいくつか挙げていきます。まずは近接攻撃について。近接で戦う場合は筋力を上げます。筋力はディエゴが無料で LP さえあれば上昇させてくれます。加えてアリーナのスカッティなどから片手持ちのスキルを取得してください。
片手持ちのスキルがあればコンボやパリーといった操作が可能になります。コンボはボタン連打では発動せず、タイミングよく入力する必要があります。目安として武器を振った後、武器が一瞬光るので、そのあたりで入力します。単発よりコンボで殴る方がはるかに戦いやすいです。片手持ちのスキルがあれば攻撃を途中でキャンセルできるので、コンボの途中でパリや回避につなげることもできます。次に先ほどのブラザーフットの証を使って神殿の中に入ることができます。ここにいるミルテンに炎の魔術師の手紙を渡すことでトレズから報酬をもらえます。報酬はポーション、スクロール、大技量の指輪、力の指輪の4種類から選びます。ポーションは永続的にマナを2ポイント上昇してくれる霊力のエッセンス。スクロールはファイアボール、宮殿、炎トカゲに変身の3つですが、マナが足りないので使えませんでした。指輪は技量か筋力が上がる指輪です。僕はポーションを選んでマナを上昇させました。次は神殿内のクエストです。門を通って右奥に進んでいくと、非常に珍しい女性 NPC サイラを見つけることができます。このサイラからブリットを倒すクエストを受けることができます。ブリットはオープニングで主人公を殴ったあの NPC です。酒場にいるので魔法でやってしまいましょう。倒したらすかさず持ち物を回収します。ブリットからはバトルソードとクロスボウを回収できます。ただスキルをいくつか上げないと装備できません。ブリット撃破後にサイラに話しかけるとクエスト完了です。スワンプキャンプに行きたいみたいなことを言われますが、この辺はスワンプキャンプでいろいろやってみないとわからないようです。スワンプキャンプにはトレズがいた場所にパーマーの一人がいるので、この人が連れて行ってくれます。スワンプキャンプではマナに関するアイテムが結構入手できそうでしたが、各クエストがすごく手間なので途中までしか進めていません。次はマットについて。いきなり話しかけて勝手についてくるすごく鬱陶しい NPC ですが、こいつは外で一度ダウンさせるとついてこなくなります。ただこのマットのダイアログを全て確認すると解除される実績が用意されていますので、見逃したくない方は覚えておいてください。では今回最後に防具について。これはいいものを全然見つけられていませんが、序盤に購入できるディガーのドレスやズボンなど300ナゲットしますが、これ実は無料でもらえるところがあります。場所はニューキャンプの山道をずっと登っていた先にある鉱山。ここにいるスワイニーに話しかけるだけでもらえてしまいます。ただこの鉱山までの道中に狼など何体か雑魚敵が出てくるので、動画の最初でニューキャンプに到着した時点では取りに行くのは少し難しいと思います。とこんな感じで今回はゴシックで魔法を覚える最短ルートを考えてみました。この辺まで進めればクソみたいに難しかった戦闘も楽になって、探索や金策の幅もぐっと広がるので、この先快適にゲームを進めることができるようになるとは思います。あとはじっくり独特のこのゲームの世界観に浸りながら思う存分楽しんでください。ということで今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。